騙されたと思って聞いてみろ。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、CCA の新作、CRA プラス。CCA は KZ と兄弟関係にあるブランドで、ここ5年ほどの中華イヤホン低価格界隈を引っ張ってきた。というか、市場を好き放題引きずり回した、価格破壊ブランドだ。CCA と KZ のイヤホンは、デザイン、技術的兄弟機であり、その開発力とバグった低価格で長いこと注目を浴びてきた。最近は、色々あってハイブリッド路線から、1ダイナミック路線に回帰。ただし、これは明らかに以前から計画されたものであったように思う。その理由は、CCA-CRA プラスが採用しているドライバにあるんだ。CRA プラスは、従来の低価格機の最大4分の1にまで薄く作られた、超薄型振動板を採用。これにより、反応性を高め、従来の KZ 製イヤホンとはまるで異なる音色を手に入れた。具体的に、比較例として、EDX を取り上げよう。KZ-EDX は非常に安価な1ダイナミックドライバーイヤホン。低音は力強く、中低音域あたりにフォーカスが集まっている。一方で、高音域の明瞭さはほとんどなく、言い方は悪いが、従来型の高音域を別のドライバに依存できる。マルチドライバーイヤホンから、高音域用のドライバーをぶっこ抜いたようなバランスになっている、と感じたんだよな。これに対し、今回紹介する CRA 系は、従来型の KZ や、他社の振動板とはまるで異なる、高音域の表現能力。確かに、これだけ高音が明瞭に出せるなら、BA ドライバーを搭載するのをやめるのも納得できる。というのが僕の印象だった。ただし、CRA プラスは、なぜか CRA の約2倍の価格で販売されている。KZ 及び CCA は、技術色が強いブランドで、プロモーションが苦手、とは言うけど、この2倍の価格に見合った価値はあるのか？そこら辺はネットの情報を見ても、全く出てこない。というわけで、そんな時に実際に当たって砕けるのがレビュアーだ。今回は、原型機となった、CCA-CRA、そして、同様の薄型ドライバーを採用した、KZ-EDA の2種類4台。それらと比較して、CRA プラスはこの価格でも購入する価値があるのかを、ねっとりと検証していこう。まずは、外装について、と言っても、ここはほとんど CRA と変わらないので、さっくりと話そうか。CRA プラスの外装は、完全に CRA と同じだ。メッキパーツと透明部品がぴっちりとはめ合わされた、新しいデザインのフェイスプレート。中華イヤホンの定番形状にして、装着感に優れた耳掛け装着。そして、内部に搭載された、20磁気、超薄型のダイナミックドライバーに、ノズル部分までプラスチック製のハウジングだ。ただし、よく観察すると、いくつかの部分に変化があるのがわかる。写真ではわかりづらいかもしれないけど、フィルターが変更になっている。音が変更になっているモデルだ。ここが変わっててもおかしくはないな。金属製の、より耐久性を考慮したものに変更になったぞ。それから、イヤーピースの形状も、以前のものより軸が短く、それでいて傘で密閉が取れる。柔らかいけど折れない、新しいタイプのイヤーピースに変更になった。付属のイヤーピースは、アップデート版である違いを出すためか、同バージョンから、銀メッキバージョンに変更になったぞ。CRA プラスと CRA は、用意されているカラーリングが違うので、一緒に並べても、すぐに見分けることができるだろう。CRA プラスは、スモークと金色の組み合わせ。と言っても素材が変更になってるわけではないんだよな。続けて、内装について、CRA は、一時期は1万円以下のハイブリッドを乱発した KZ らしからぬ、潔いストロングスタイル、1ダイナミックドライバのイヤホンだ。ただし、1ダイナミックドライバでも望み通りの音が出せる、薄型振動板と、強力な磁力、それから、サブベース域を強烈に表現できる、20磁気回路、という、3つの武器を持っている。これは、過去の KZ 製イヤホンと比べると、特に薄型振動板が強力な武器なんだけども、ただし、この強力な新兵器、超薄型振動板はすでに2回擦られている。つまり、CCA-CRA 無印と、KZ-EDA だ。振動板の薄さは、どれも約 3.5 マイクロメートル。果たして、EDA や CRA のコスパを、CRA プラスは実力で殴りつけることができるかどうか、そこが、見ている処刑が買うかどうかの分水嶺に違いない。音色については、先に CRA、EDA と比較してから、単体の評価に入っていこうか。まず、CRA 無印モデルは、この薄型振動板が開発された後、最初に登場したイヤホンだ。その音色は、一見強烈なドンシャリサウンドなんだけど、よくよく聞いていくと、こんなに高音出せるよ、という、力加減がわからず自分のじいちゃんに怪我させる孫のごときキッズムーブに溢れている。具体的に言うと、色々と暴れる。
特に顕著なのが、高音域とサブベース。油断して信号を与えれば、強烈すぎるフィードバックが返ってくる。正直、完成度、というところまでは言っていない。新しい振動板を、野放しにして楽しむタイプのイヤホンだ。これに続いて登場した、KZ-EDA3 機種は、きっちりと CRA にしつけをして制御されたモデルに感じる。一方で、抑制が大きく、また、一部のギターなどが突出して聞こえたりするなど、低価格モデルらしい荒さもちょっと残る。と、言っても、EDA 単体で聞いた時は完成度高い、と思ったんだけどな。ただ、色々と首輪をつけすぎたせいで、この薄型振動板の強みよりも、抑制が勝っている部分の印象もあるんだよな。実際、EDA を聞いた時の感想は、CRA のやりすぎ部分を引き算して、聞きやすくしたもの、といった印象だった。じゃあ、CRA プラスはどうなんだって？僕は、この値段に見合う進化を遂げていると思う。単純なチューニング変化なのか、それとも、精度を高めているのかはわからないけど、確かに、CRA プラスは、CRA2 個分の値段でも納得する価格だ。CRA と比べて、暴れたり、それぞれ好き勝手なっていた音色に統一感が出た、ということは、CRA の抑制版である、EDA と同様の音が出るのか？いやいや、そんなことはない。CRA プラスは、薄型振動板の魅力を最大限引き出しつつ、より、高級なイヤホンに対抗しうる、自然さを持ち、それでいて、低音域、高音域ともにパワフルで、インパクトのある音色を鳴らす、KZ、CCA 系。いや、この手乗りケーブル可能な低価格イヤホンたちの中で一番優れたイヤホンだ。CRA プラスは、ハイブリッド系の KZ よりもシンプルでインパクトのある音色。それでいて、KZ 系の1ダイナミックドライバが苦手としていた、高音域側の明瞭さを同時に持っている。CRA が発売されてから、そんなに時間が経っていないはずなんだけど、CRA と CRA プラスでは、2017年の ZS6 と、現行の ZAS くらい音が変わった。歌手が唇を舐めるような音まで聞き取れるのに、それらが妙に分離したり、耳障りになることがない。また、超マルチドライバ機に比べて、シングルドライバの鳴り方はシャープでスムーズだ。ボーカルと金属楽器は、同じ空気感、同じ距離感で鳴るし、変に金属楽器や一部の音色が飛び出したり、やかましかったり、そんなこともない。残響感は少なく、ハイレゾ、ハイファイ系の音色が好きな人に、ちょっとどうしたってくらい上がった音質とともに、おすすめ度がドカンと上がった一本だぞ。CRA のやりたい放題感がなく、それでいて EDA よりパワフルでパンチの効いた音、そして、ボーカルについても、しっかりと聞こえる。サブベースは、もちろん KZ 系の常。がっつりと体感できるけど、CRA より抑えてあって、他の音域を食うようなことがなく、それでいて存在感を主張する。今まで、KZ のイヤホンは、無意識に、KZ のイヤホンに近いフォーマットを持った、低価格ハイブリッドブランドの中だけで比較して、その中で一等賞を与え続けてたんだけど、NRA プラスは、そのグループ分けを超えたと思う。価格が1ランク上になってしまうけど、トリポーインミールや、HZ サウンドハートミラーなどの、アラウンド5000円クラスの傑作機たちと肩を並べて戦える品質だ。もちろん、あの極端で転げ回る狂犬 CRA 無印も、KZ っぽくて楽しかったんだけど、CRA プラスは、明らかに一段階違うイヤホンのように感じるな。他社より安く、他社より豪華な構成で、市場と戦ってきた KZ だけど、自社独自の超薄型振動板、という、KZ でしか聞けない音、という要素を保ったまま、他社と真正面から殴り合えるイヤホンが出来上がった、という印象だ。あとはもうちょっと価格上昇の理由をそれっぽく添えてくれるとさらに納得して買えそうだな。高音域は金属含め、歪みなく、シャープになってくれる、1ダイナミックドライバの低価格機にありがちな、特定音が刺さる印象もなし、周波数グラフの上でも、このあたりはまろやかな曲線になってたな。中音域は、CRA と変わらず精細なんだけど、時折高音低音が吹っ飛んできてボーカルに当たってた CRA 無印と違って、お行儀よく、それでいて高低音がパワフルにまとまった CRA プラスでは、メロディ全体の派手さと、明瞭なボーカルがしっかり両方聞き取れる。ギターなども、ちょっとシャープすぎると感じるかもしれないけど、かっちりと鳴らしてくれる性能があるな。低音域、KZ 伝統のムキムキサブベースは健在なんだけど、CRA プラスは、抑えられている、と感じない程度の絶妙なバランスで調整されていて、力強さを保ちつつ、妙に浮いてしまうことがない。この鳴り方の改良のおかげか、時折ギターがステージで吊り上げられて飛び回ってた CRA とは全く違う。空間表現も適度に広く、高音がはっきりと響くので、壁も感じない爽やかな聞こえ方だ。CCA のイヤホン、
という、無意識のカテゴライズを外してみてくれ。CRA プラスは、KZ が持つ、薄型振動板という個性を、しっかりと完成させた一本だ。ライバルは、KZ やライバル TRN、ましてや 9KZ などの低価格1ダイナミックドライバではない。5000円クラスでしのぎを削る、優秀な1ダイナミックドライバに正面からぶつけられる1ダイナミックドライバ機だ。そう考えると4000円が安く思えてこない？気になっている人は、CRA とは別物。CRA や、過去のお買い得ハイブリッドとは別の尺度で考えよう。ただし、僕は今でも ZS トクスもおすすめするけどな。まず ZS トクス買ってから CRN プラス買え。EDA と CRA 無印は面白そうだったら追加で買え。おすすめだよ文句あっか。と、こんなところだな。価格から、あんまり動かなさそうな印象を受ける CRA プラスなんだけど、価格に見合った完成度を感じる一台だった。派手で、破綻していない。そんなイヤホンが欲しい人に、ブランドイメージを無視して、ぜひとも触ってみてほしいな。と、いったところで今回はここまで。騙されたと思って買ってみろ。不良品だったらごめんなさい。